どうもこんにちは。水彩画アーティストのりゃんよです。今日この動画では、つい最近参加したラトビアでやったアートセラピーレジデンシーについてお話ししたいと思います。アートセラピーレジデンシーって聞いてもあまり聞き慣れない言葉かもしれないんですが、簡単に言うと自分の中でアートを通して自分と心と向き合うようなプログラムです。世界中のアートセラピストや現代アーティストが募って開催されました。みんなで森の中でお話をしたり、作品を描いたり、静かな自然のところで音を聞いたり、上手に作品を仕上げるというよりは、自分を観察するという時間でした。ラトビアって聞いて何が浮かびますか？私も最初開催地を聞いた時には、高校生の時に習ったバルト三国みたいなイメージしかなかったんですけど、ちょっと調べてみるとかなり歴史もあって、ご飯も美味しくていいところっぽかったので、それからはすごく行くのが楽しみになりました。本当に街の一部に自然が融合していて、電車とかカフェとかおしゃれなのがこうあるんですけど、すぐそこに川があってお水が流れてて、すぐそこに森があるみたいなのはすごく癒されて感動しました。で、次の日に早速ディガという首都からクルディガっていうアートレジデンスが行われているところに移ったんですけども、またそこはさらに緑が多くて、なんていうのかな、歩いているだけでも顔がニマニマしちゃうような、もう癒される空気で、もう何とも言えない気持ちになりましたね。とても好きな国だなって思いました。私が今回アートセラピーに参加したきっかけについてなんですが、表現者として自分の表現を深めたく、もっと自分自身の気持ちに向き合いたいなと思ってこのアートレジデンスを申し込んだんですけども、具体的にどんなワークをしたかというと、初日には自分の好きな木を見つけてそことお話をします。ミラーリングに近くて、自然から声を聞いてみようって言われた時に、そこには自分と向き合った時のメッセージが聞こえてくるっていうやつでした。私はバッチリ聞こえてきて、とてもそうだなって思ういい経験ができました。で、その後自分のガーデンを作る、お庭ですね、ガーデンを作るというワークショップをやって、そこでクルディガに落ちている葉っぱだったりお花だったりがこういっぱい集めてあって、それらを使いながら自分のガーデンを表現するっていうのがあるんですけども、そのガーデンって要は自分にとってのコミュニティだったり、人とのつながりだったりっていうのが、一応なんとなくふわっと伝えられたメッセージではあったので、それについてワークショップをしたんですけども、それも面白くって、自分にとってのコミュニティを持った時に、例えば私だったら一つ一つのお花を近くに置きたくないなとか、一つ一つのお花を全部違うお花にして、自分の周りの人たちがこう誰とも似てない個性のある唯一無二な人たちがこう自立しているようなものを表現していて、自分ってそういう人たちに囲まれて生きているんだなってこう自分を振り返られたりとか、もちろんこれは人によってやることが違うんですけども、自然の素材を使って自分のそういったことを考えながら表現するってことが、とても自分の中に潜っていく面白いワークでした。この3日間のアートレジデンシーで私が向き合ったのは自分の弱い心でした。こんなことで自分は嫌だったんだなとか、こういう理由で人との距離を取ってしまうんだなとか、そういうことを深く深く思い出せるきっかけになったんですけども、
なんか最初はグッて気持ちが落ちて嫌だなって気持ちはあったんですけども、それを目の前で可視化して、こういう自分なんだって見つめることで受け入れられたというか、なんかすっきりした自分もいて、なんか当初の目的であった自分自身と向き合うってことに関してはすごくよくできたんじゃないかなって思っています。なのでアートレジデンシーが終わった後、一つ絵を描いたんですけども、それがこちらになります。リボーンっていうタイトルをつけました。自分の中にある弱さと向き合えたよって。でもそんな自分と向き合える強さも持っていることに気づいて、今の自分のまま生きて、もう一度生き直そうしたいなっていうような気持ちで、希望に満ちたこういった絵を描きました。はい、また今後もこういったアーティストとしてのどういったことを刺激として受けて創作をしているかなどなど、制作の舞台裏について今後も、なんか伝えていけたらなと思っています。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では今日の動画もおしまいです。バイバイ。